Z ベンチャーキャピタルのユダと申します。実はですね、このような形で講義させていただくのは2回目でして、1年前、ちょうど1年前ですね、同じような形で、講義をさせていただいて、今回もお呼びいただきまして、非常に嬉しく思います。で、志村さんとは、ヤフー時代に同じ部署で仕事をしていた中でして、そういったご縁で今回お呼びいただきました。で、私はですね、1年前時点で YJ キャピタルの、ユダという形で来てたんですけれども、今回 Z ベンチャーキャピタルというふうに、会社の名前が変わって、新しい、ベンチャーキャピタルとして、今働いていますので、Z ベンチャーキャピタルの、ユダという形になっています。で、Z ベンチャーキャピタルがどういう VC かっていうのを最初に、ご紹介できればなと思ってるんですけど、Z ホールディングスですね。Yahoo と、LINE、それからZOZO とか一休、アスクルといったインターネットサービス群を、運営している、企業の子会社として Z ベンチャーキャピタル株式会社というところがありまして、で、そこが、いわゆるコーポレートベンチャーキャピタルという、仕事をしています。何をしているかというと、スタートアップさんへの投資活動をしていて、Z ホールディングスと、親和性が高い領域を中心にですね、だけど Z ホールディングスがまだ取り組んでない領域とか、あと持ってない技術を持っているスタートアップさんとかっていうところに、出資を通じて参画をして、一緒に業界を盛り上げていきましょうということをやってる、会社になってます。で、私はですね、Z ベンチャーキャピタルで、インベストメントマネージャーとして投資活動をしてまして、もともと2012年に Yahoo に新卒で入社をして、さまざまな職種を経験した後に、2018年から Z ベンチャーキャピタルで、投資活動をしている状況になっています。Z ベンチャーキャピタルの注力領域としてはメディア領域、コマース領域、フィンテック領域等々、様々あるんですけれども、その中で特に私はフィンテックを、一つの専門分野として、投資活動をしている、状況になっています。で、投資先の、担当先の一例としては、左にロゴを書いているような、企業さんを今ご指目と2点目については、前回ミントの田島さんが中心にかなりご説明いただいた部分かなと思っております。やっぱり投資家としては、規模を狙える事業に投資をしたいというのがありますので、そういう意味で 1, 点目は非常に重要ですと。で、Why Now というところが2点目になってますね。はい、なんで今なんだっけっていうのは、非常に我々も考えているところです。逆に言うと、なんで今までなかったんだっけみたいな質問はかなりしてます。で、3つ目は、これは今日のお話とも少し被る部分あるんですけど、やっぱりプロダクトがちゃんと作れるかとかですね、使われているかみたいなところは、前提としてやっぱり重要になってくるし、正しいプロダクトが作れているかっていうところは重要です。で、4つ目が今日のメインテーマになっていまして、結局、既存のサービスとか、新しく出てくる競合と何が違うんでしょうか。で、その違いっていうのは、本当に価値がある違いなんでしょうかというところです。で、加えて、真似できないって書いてますけど、その違い、価値が継続できるんでしょうかっていうのが非常に重要なポイントになってます。はい。で、5点目のチームが素晴らしいっていうのは、これはすごくですね、シンプルに書いてますけど、なかなか我々もこう明快な答えを持ってはいない内容になってまして、これはこれでちょっとまた別テーマで1時間話せる内容かなと思うので、今日はスキップさせていただいて、4点目について深掘りできればなと思ってます。で、ごめんなさい。
はい。で、先ほど4点目で挙げた競合優位性があるっていうところですね。これってつまり何を指しているかっていうのは、二軸で4象限で説明できるかなと思ってます。横軸が価値がある、ない。で、縦軸が独自性がある、ないという分け方をしていて、左上、価値があって独自性があるっていうものが競合優位であるというふうに、私は考えています。で、一方で右下ですね。価値がないし、独自でもないし、価値もないっていうものは、まあ本当に意味がないですよねっていう話だったり、あと C ですね。独自だけど価値がない。これも結構あってですね、あの、なかなかイメージできないかもしれないんですけど、結構あるパターンなので、まあ、後ほどちょっとご紹介できればなと思います。で、B もすごくあって、価値はあるけど、独自性はないっていうもの。まあ、これ自体は悪いことではないとは思うんですが、まあ、スタートアップとして、VC から投資を受けて、えー大きい企業になっていくっていうことを考えると、まあ、いかに左上の状況を作れるかっていうのが、重要だというふうに思ってます。で、これ例えると、例えば、そうですね、右下の独自でもないし価値がないみたいなものっていうのは、例で言うと、まあ、道端の石ころみたいなものですね。そこら辺にたくさんあるし、まあ、ほとんどの人にとって何の価値も感じないものっていう感じですかね。で、右上のこう独自だけど価値がないみたいなのは、すごい珍しい形してる石ころみたいな感じで、これは独特だねみたいなものだけど、まあ、それでも別に何の価値もないよねみたいな。で、左下のコモディティみたいなのは、ちょっと価値があるんで、例えば何でしょうね。庭の砂利に使う石とか、あとはなんかインテリアに使われているような石とかですね。まあ、価値はあるけど、あの、まあ、誰でも作れるよねっていうものですね。で、左上の価値があるし、独自性があるっていうのは、もうなんか、すごい石ですよね。なので、なんでしょうね。ここが一番実は結構説明が難しいんですけど、まあ、ダイヤモンド的なものだったりとかってことですかね。すごく光り輝いていてファッションの価値があるし、ダイヤモンドのカットの技術がないと、この光り方は実現できないんですみたいなものっていう。それを、まあ、作っているっていうことが、やっぱり、あの、サービスがユーザーに使われて事業が成長していくっていうことにつながっていくというようなイメージを持っていただけるといいかなと思ってます。で、この競合優位をどう作っていくかっていう話なんですが、ビズシークというですね、e コマース、本当にインターネット黎明期の、e コマース企業を作った、小沢隆夫さんという現ヤフー Z ホールディングスの COO 役員の、方が言ってましたが、ビジネスには発明が必要であると。やっぱり何かしら新しい、技術とか、デザインとか、発明が必要になってくるというところになります。で、ただですね、発明だけでは実はダメで、発明したけど価値がないっていうものもやっぱりあるんですよね。いわゆる、ここから今度、いい事業にできるかどうかっていうのは、商業化っていう、一つの要素があるんですけれども、発明プラス、かける商業化の、要素が必要になってきます。えーこれがあるかないかで、いわゆる発明家と、ビジネス事業家ですね。ビジネスマンというか事業家か発明家っていうのが分かれてきて、例えばなんかものすごい技術を発明したけれども、価値がなかったら、それはただの発明家であって、ここで言うと C のものを作っている人にしかならないと
一方で、スティーブ・ジョブズのように、ゼロックスという、パソコンに必要な技術を発明した、企業がもともとあって、その発明を、活用して、かつ商業的にうまくいくように、じゃあその技術をどうしたら、売れるのかっていうのを考えて、スタイリッシュなデザインにして手頃な価格設定にしたと。商業化の要素を加えたのがスティーブ・ジョブズでした。それによって生まれたのが Apple コンピューターで、Apple コンピューターは、左上の、商品であったというふうに考えています。なので、皆さん、今、企業プランをたくさん考えていらっしゃるかと思いますが、そのご自身の、サービスっていうものが、いかに左上の状況に居続けられるか、その状況を作れているかということを考えていただきたいなというふうに思っています。で、今日、メインの質問としては、自分たちのサービスは他のサービスと比べてなぜ選ばれるのでしょうかという、お話です。先ほどの Apple コンピューターで言うと、今までそのパソコンっていうもの自体はあったけれども、スタイリッシュなデザインで、かつ安い価格のもの、パソコンがなかったから選ばれたというお話だと思うんですね。それを自分たちの今の企業プランに照らし合わせたときに、何と説明できますか？で、これって当たり前じゃんって思う話だと思うんですけど、意外と本当に自分たちのサービスの価値って何だっけとか、ユーザーってなんで自分たちのプロダクト使ってくれてるんだっけっていうのは、あの、いろんな起業家さんと話している我々でもですね、結構質問をしても、なかなか明快な答えが得られない場合も多かったりしますし、日々変わっていくものなので、あの常にご自身の頭で考えていく、頭の片隅に置いておく、必要があるものかなというふうに思っています。で、逆にこれに明快に答えられていると、ぜひ投資したいというふうに思うので、この質問に対する回答っていうのを皆さんにご用意いただけるといいかなと思ってます。で、具体的に何を考えていけばいいかっていうと、大きく、3つあって、で、4つ目はおまけです。今日は。で、1つ目が、市場にはどのような代替品がありますかというお話です。Apple コンピューターの例で言うと、もしかしたら、ヒューレット・パッカードとか、他のパソコンがデルのパソコンとかですね、あったかもしれませんし、もしかしたらパソコンじゃなくてワープロとかですね、皆さんの世代だとちょっと知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、他のコンピューターがその時は代替品だったかもしれません。実際に今どういう代替品があるのかっていうのをなるべく、多く上げることが大事かなと思っています。で、その上で自分たちのプロダクトはその既存のプロダクトと何が違うのかっていうのを考えてください。これはいろんな切り口があります。デザインだったり、機能だったり、価格だったりですね。ユーザー、ユーザーインターフェースだったり、いろいろあると思うので、これを考えてみてください。で、3つ目が一番重要で、その違いにはどのような価値があるのでしょうかっていう質問です。例えばですね、デザインが違いますっていうのは全然あるんですけど、その違いが、いけてるデザインではなくて、別にちょっと変わったデザイン、奇抜なデザインなだけですっていうだけだと、実はそれってお客さんにとって価値があるんだっけ、ないよねっていう話に、なったりします。あとは、よくあるのは、例えばブロックチェーンを使ったサービスなので、他とは違いますっていう人も
いたりするんですけど、それって結局どういう価値があるんでしょうか。何が変わるのかっていうところまで突き詰めて考えることが重要かなと思っています。改めて、皆さんのプランでなんか言語化していただけるといいかなと思っています。で、最後の質問は、参入障壁はありますか、どう構築しますかっていうところなんですけど、既存のプロダクトとの違いっていうのを、やっぱり維持できないと継続的な成長っていうのが目指せないというところで、いかに、真似されないか。例えば大手の企業が真似してきたときにどうなるのか、真似できない、特許があるのか、技術的な障壁があるのかとかですね。その違いをいかに継続させるかっていうのも、将来的には考えていただけるといいかなというふうに思っています。ちょっと時間なので、今日一旦このような形で、これをテーマに皆さんと一緒に考えられればなというふうに思ってます。はい。ありがとうございます。すごい皆さん、非常に面白い発想が聞けてよかったなと思いました。で、どうですかね、個別にっていうとあれですけど、なんか、まあ、1個追加でもう少しお伝えできることがあるとすると、価値があるっていうのがどういうことなのかっていうことをもう少し深掘れるといいかなというのはちょっと思いました。例えば、高齢者を対象としたメッセージツールっていうのがありましたけど、あれで、まあ、なんか簡単に使えるメッセージツールができますっていうお話なんですけど、その簡単にそれが使えるって、結局、その高齢者の方々にとってどういう価値があるのかっていうのを考えていただくといいかなと思います。で、結局その情報を何か伝えたいとか、何か情報を知りたいっていうニーズがあったりとか、もうちょっと具体的に言うと、子供と話す機会が欲しいとか、なんか孫の笑顔が見たいとか、そういうことが究極的な多分そのツールの価値になってくると思うんですね。なんで、発想の方法としては、それを使った人にどういうお礼を言われるかとか、なんかその使った人がどういう気持ちになるかとかっていうところまで考えてみると、その皆さんが提供しているサービスの本当の価値が何なのかっていうのが分かるのかなっていうふうに思いました。そうすると、もっと提供するサービスの形が見えてきたりとか、どういうマーケティング上の伝え方をするとお客さんに使ってもらいやすいのかとかっていうのがより分かってくるのかなっていうあの気がしましたっていうところですかね。なんか使った、うん。ユーザー目線にやっぱ立って、もうちょっと考えた方がいいってことですよね。そうですね。うん。それができるとよりシャープになっていくかなとは思いますね。あと、例えばなんですけど、その市場に代替品があるかっていう話で、有名な話で言うと、ネットフリックスが競合をどう捉えているかっていう話があります。で、一般的にはどういうところが競合に上がると思いますか？じゃあ、翔平君。ネットフリックスどこだっけ？いつからやってるんだっけ？あー、競合。あなんか、なんだろうな、レンタルビデオですかね。いいですね。大体Amazon プライムと Hulu と GYAO とか
なんかそういったところがまず競合として上がるんですけど、おっしゃるようにレンタルビデオ屋さんとか、はたまた、音楽とか、あとは遊園地とか、映画館とか、彼らが何を言ってるかというと、競合はエンターテインメントすべてであるというふうに言っていて、要はユーザーのお客さんのこう暇な時間とか何か楽しみたいっていうところに対してサービスを提供している会社っていうふうに捉えてるんですね。なんで、なんか突き詰めていくと、何を結局お客さんは価値として感じているのかっていうのを考えることと、あと、それによってこう実際にどこを競合と捉えるかって全然なんかこう変わってくるんですよ。で、なんか皆さんのお話を聞いていると、こうまだ一つのこう捉え方しかされてないかなとは思ってて、今みたいに違う発想で、自分たちの価値をこう見てみると、また、なんでしょう、よりこうクリアになるというか、自分たちのアイデアがシャープになっていくっていう、アプローチの方法としては1個あるかなとはちょっと思いました。うんうん。だからネットフリックスもゲーム提供したりとかし始めてたりうんしますし、なんかその結局暇な時間を潰したいっていうユーザーに対してサービス提供してるっていうことなんだなっていう。うんうん。だからあれですよね、アマプラとか Hulu とかだと、じゃあより良い作品をやればいいみたいなうん、になるけど、まあ、ゲームだったりとかいろんなことがライバルっていうふうな、まあ、切り口にすると、まあ、時間を取り合ってるみたいな。そうですね。それによって何を提供するかがまた全然変わってくる。うん。プレゼンの時もだから、ちょっと変わってくるってことですよね。そうで何をすね。強調していくかってことですよね。はい。うん。なんか去年来ていただいた時と、今日は2年生なんですけど、はい。どうですか、印象は。なんかだいぶ違う感じします？あ、そうですね。より具体的になっているなというのと、あとなんか市場のトレンドをすごい反映されてるなという印象を受けました。ああ、リサーチしてるみたいな。あ、そうですね。ちゃんとリサーチをされてから考えているのかなっていう。なるほど、なるほど。今まではなんかこう、自分の身の回りのことから発想する方が強かったのかなと思ったんですけど、ちょっと大今はもう、人になった感じが。はい。よかった。他ありますか？なんか、こんな感じですかね。なんかじゃあ最後、みんなからユダさんに聞きたいこととかあるかな？何でもいいよ。ルナさんとかある？なんか。ちょっと強いて言うなら、なんだろう、まあ、投資する側だと思うんですけど、例えば人のどこを見てとか、まあ、もちろん内容も重要だと思うんですけど、なんか発表者だったり、その経営者のどこを見て投資しようって思うのかなっていうところが気になりました。そうですよね。めちゃくちゃ難しいんですけどね。まあでも、一緒に働きたいと思うかとか、なんか、やりやすいかみたいなのは結構重要視はしてますけどね。うん。ある種直感的な部分にはなるんですけど、なんかそのフィーリング的に合うか合わないかとか、あと結局僕らは投資するときに10年ぐらい覚悟して、こう一緒にやっていくっていう覚悟で投資をするので、なんかそういう意味でも何か違和感がある投資、方にはなんか投資しない方がいいのかなとは思ってたりはしますね。ありがとうございます。じゃあ結構その直感というか、なんだろう、勘みたいなのを頼りっ
っていうので、こういう数値があるとか、こういう特徴があるとかっていうのはないっていう感じですか？一般的にはめちゃくちゃいろいろあります。例えば、まあ、数字では分かんないですけど、視座が高いですとか、その領域についてめちゃくちゃ調べて詳しいとかですね。まあ、もしくは、実績が何か、こう前職の経験とかで実績があるとか、あとは、えーこう一定の期間やり取りさせていただいている中で、スピード感を持って事業の検証ができているかどうかとか、たくさんそういったこう要素はあるかなという感じですね。それを前提に考えて、最後、まあ、あとは相性みたいなところも重視しているっていう感じかなと思います。ありがとうございます。新しい会社っていうのはどういうところで主に発掘するんですか？出会いみたいなのは。様々あるんですが、やっぱり起業家の方からの紹介とか、まあ、他の投資家さんからの紹介っていうのが一番多いかなとは思います。あとは SNS でこう見かけたりとかっていうのも、まあまあありますね。そういう場合はもう自分から声をかけていくっていう感じですか？はい。アウトバウンドも積極的にやってます。ああ、なるほど。ある意味じゃあ起業したい人はそういうその情報発信じゃないけど、そういうことはやってた方がいいわけですね。とりあえず。それは絶対やってたら、はい、間違いなくいいと思いますね。うーん。他じゃあ最後ある？ゆうせい君とかなんかある？関根君とか。じゃあ、いいですか。その SNS で情報発信っていうのは、ある程度道筋が立ってる状態の方がいいんですか？それともなんか、その完全にまだ MVP とかも考えられてないけど、考えるまでの段階までは行ってるってなってたら、もう情報発信はしといた方がいいんですかね。まあ、後者かなと思いますね。損はないというか、ですし、やっぱり投資家の方とか、もしくは自分が興味ある領域の人と何かこう、つながるきっかけになったりするので、別に何か道筋が決まってないと、その人と会っちゃいけないとかっていうルールもなく、むしろそういったつながりをきっかけに何か方向性が見出せたりとか、まあ、アイデアの壁打ちができることで、より事業案がブラッシュアップされたりとかっていうのがあると思うので、うん、あまりこう、かしこまらずに、なんか発信されてもいいのかなとは思いました。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、みんなユダさんに今日の、感想じゃないけど、まあ、コメント、必ずもうレポート、オープンになってると思うんで、アクセスして、書くようにしてください。じゃあ、ユダさん、今日はお忙しい中、本当にありがとうございました。ありがとうございました。今後と何かおもよろしく。役に立てはい、ありがとうば嬉しいです。ございます。じゃあ、拍手で大きな皆さん、ユダさんを。失礼します。さようなら。お疲れです。